はい、今日は生姜で懐かしい冷やし飴を作っていきたいと思います。関西では心のふるさとという感じの飲み物なんですけど、生姜のまず、皮は全部剥かなくていいです。栄養素もありますし、少し削る程度でいきましょう。冷やし飴はうちでもよく作ってましたね。私は子供の頃。近畿地方や四国では冷やし飴が定番だったようですけども、広島から西の方や関東にはなかったものですね。暑い夏にこの冷やし飴冷やして飲むと美味しいんですよね。夏バテ防止の飲み物でもあります。はい、皮いい加減でいいです。こんなもんでちょっと洗って、はい、これをおろしていきましょう。父が世界中の食べ物を日本に紹介したのが半世紀前。今度は日本に伝わった世界中の食べ物が再び世界に伝えていく。それを私がやりたいと思ってます。はい、それでは布を敷いて、すった生姜をここに入れます。上をゆっと紐で結びます。で、絞ります。600cc の水にこの絞ったカスの入った方の布を入れて煮ていきます。はい、取り出してトングで絞りましょうね。はい、カスは捨てます。網でこして入れます。生姜の絞り汁も入れます。沸騰してきたら弱火にします。浮いてきたアクは捨てます。で、ここに 1kg の水飴を入れていきます。ハラベでグルコサって書いてますね。パラグアイではコパルサってところで手に入りました。ちょうどこれ 1kg 入ってますので全部入れていきます。本当は麦芽水飴を使うんですけど、色がついてるやつですね。パラグアイで手に入らないので普通のこの水飴使います。スーパーだと多分菓子作りの食材コーナーにあるかと思います。火をちょっと強くして沸騰してきましたらまた弱火に戻します。ここでお砂糖を入れます。でこれを飲むときは水や炭酸水で3倍や5倍お好みの濃さに薄めてお飲みください。でしばらく煮込んでいきます。はい、だいぶいい感じになってきましたね。味を見て、熱いので注意してくださいね。こんなぐらいで火を止めましょう。でそれでは瓶に入れていきます。これを冷蔵庫で保存します。本当は冷やして飲むものですけども、今作りたてですからまだ熱いので氷をいっぱい入れて、そこに冷やし飴を入れます。ちょっと濃いかもしれない。水を入れます。冷やし飴の完成です。冷やし飴
懐かしいですね。関西人の暑い真夏の飲み物でした。生姜は発汗作用があるので、汗をかくことにより涼しくなる知恵だったのかもしれませんね。今回生姜の皮を半分残して使いましたが、辛みをもう少し抑えたいのであれば、皮を全部剥いた方が良いでしょう。でも皮の方が栄養素は高いです。寒い冬でも体がポカポカ温まりますので、お湯で割ってどうぞお飲みください。薬膳効果があり、風邪をひいた時にもおすすめします。3倍から5倍くらい、水やスプライトなど炭酸飲料で割っても構いません。お好みの味に薄めてお飲みください。ではまた。Nos vemos. Chao chao.